それでは本日、司会と申しますか、インタビュアーの方を務めさせていただきます、武田正明と申します。本日はよろしくお願いいたします。こんばんは、高橋源一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず高橋さんのそのデビューまでの経緯を少し伺いたいと思います。1969年にその灘高校を卒業されて、この年はいわゆるその東大紛争によって、東大入試が中止された年でした。そして、横浜国立大学経済学部に入学されたわけですけれども、その入学後は学生運動に参加されて、いろいろとありまして、拘置所に拘留されている間にご本人の言い方ですと、一種の失語症状態に陥ったっていうことなんですけれども、それはなんていうんですかね、どのような状況だったんでしょうか。話したり書くことは一切できなくなったっていう。それは、僕も何度か書いたり言ったりしてるんですけど、その部分に限って言うと、僕は69年から70年にかけて、何回か、捕まって、最後に逮捕されたのが1969年の11月で、それから、1970年の8月まで、留置場と、少年鑑別所と拘置所に入ってました。最後2月から8月までが東京拘置所にいたんで、その間拘置所はそんなに待遇悪くないんですけど個人的ですね。本読めるしね。僕よくうちのゼミ生に本当に本読みたかったら一回捕まった方がいいっていうふうに言ってぐらいです。他にすることがないんでずっと読書をしてるんですが、ただ一つ問題があってですね、いろいろ聞くと今も変わってないらしいんですが、面会が1日に1人なんですね。はい、とすると誰か面会しちゃうと次来ても会えない、次の人が。はいはい、ですね、でも最初のうちは何か来てくれるんですけど、だんだん来なくなってですね、最後の4ヶ月5ヶ月が当時のガールフレンドが、茅ヶ崎から池袋までです。茅ヶ崎のもっと奥の橋本っていうところなんですけど、片道3時間かけて泣ける話なんですけど、で、その彼女がだけが来てくれる状況になってたんですね。で、面会時間って5分なんですよ。で、二重の網の。で、要するにそれでね、なんか喋ろうと思ったら5分でしょ。で、だんだんね、会って喋るのが辛くなってきた。これ言うことがないんだって。僕状況は変わらないし。で、だんだんね、彼女面会来るのかと思うと重い気分に。話題がないんです。で、もうそれの時、会うのが苦痛になってきた時に、無理やり元気とかね、どうで調子はどうとかで、いや調子はどうって言われても、いや捕まってますってしか言いようがない。読んで本で、昨日で資本論の第2巻読み終わったとかさ、そんなつまんない話題しかないんですね。で、それをやってるうちに、喋るのがだんだん苦痛に、彼女ともですね。で、今週来れないとかいう手紙が来るとホッとするっていうふうになってって、で、結局8月に着工されて会いに行ったら別れたいって言われるっていう悲惨な話が続くんですけども、で出た後、それから日常生活普通に喋るには問題ないんですけどね、何か大切なことだと思って言おうとするとすごい緊張して言えなくなるっていうのが、物理的にはね、数ヶ月、多分その年の終わりぐらいまで続いたんですね。で、それ友人に聞いたら、それ一種の抗菌性ノイローゼから来る症状で、なくなるよっていうふうには言われたんですけども、それ以降、これそういうこと言うと今でもなんですけど、
大切なことを言おうとすると嫌だなって思うっていう。いまだに抗菌性ノイローゼが。まあ、でも、それが、逆に言うとですね、この大切なことを言おうとすると、とりあえずためらうというのが、まあ、もしかすると、僕を作家に推し進めた一つの、まあ、動員になったのかもしれない。客観的に言うとね。なので、まあ、よかったねとは言えないんですが、その感じ、その濃厚な感じ、本当のこととか、大切なこととか、まあ、重大なこととか、決定的なことっていうのを考えて言おうとする。まあ、だから書こうとする時も同じですね。と、やっぱり、なんか嫌だなっていう。これなかなか説明しにくいんです。嫌だなっていうかですね、高見純が言う嫌な感じと。それはなんか状況がどうっていうより自分の中からなんかどうでもいいこと書いてる時は起きないんですけどね、決定的なところに行くと嫌な感じが